高谷さん、ちょっと聞いてもらっていいですか？どうした深刻な顔して。昨日の会議で部長に脱中国を考えろって言われたんです。でも私の関東品目って中国調達が多くて、正直どこから手をつけていいかわからなくて。その指示最近やたら飛んでくるね。でもさ、ちょっと面白いデータがあるんだよ。世界の貿易データを見ると、サプライチェーンは史上最長の距離になってる。逆じゃないですか？みんな中国調達を減らしてるんじゃ？そう、逆。今日はその逆説を解き明かしながら、あかりさんの悩みに答えていくよ。テーマはニアショアリングより先にやること。ニアショアリング？なんかおしゃれなカフェの名前みたいですね。カフェじゃないね。この動画を見れば3つのことがわかる。1つ目、ニアショアリングという言葉の意味。2つ目、世界の最新データが示す中国調達の現実。3つ目、自社の品目をどう仕分ければいいか使えるフレームワーク。それ全部今日わかるんですか？わかる。ちょっと長くなるけどね。長いのは会議だけで十分なんですけど。それは同感。ニアショアリングってちゃんと意味を知らなくて。 OK、 まず整理しようか。似た言葉が3つある。1つ目がニアショアリング。生産や調達の拠点を地理的に近い国や地域に移転すること。欧米の企業がアジアから東欧やメキシコに移転するのが典型的なパターン。2つ目はリショアリング。海外に出した生産を自国に戻すこと。米国の製造業がアメリカで作ろうってやつ。おー、3つ目はフレンドショアリング。地理的な近さより政治的に信頼できる国を優先する考え方。それって常識なんですか？2022年以降から急速に注目された言葉だね。コロナのサプライチェーン寸断、ウクライナ侵攻、米中の貿易摩擦が重なったタイミングで。ショアリング3兄弟、覚えられるかな？まあ全部ショアリングがつくから頭だけ覚えればいいよ。ニア、リ、フレンド。ニアリ、フレンド。なんかアイドルグループみたいですね。先に進もうか。じゃあもう企業はどんどん動いてるんですか？ここが大事なんだけど、検討していると実際に動いているは全然別の話だよ。どういうことですか？中国を検討している理由として、中国の政策環境の不透明性が怖いと答えた企業は 65% ある。でも実際に動いている企業がどれだけいるか、それはこの後のデータを見てほしい。気になります。じゃあここからが本題。ちょっと怖い数字を見せてあげようか。怖いんですか？さっきからホラーみたいなんですけど。ホラーじゃないけど常識がひっくり返るかもね。2026年に発表された DHL のグローバル接続性レポート。ニューヨーク大学スターン経営大学院と共同で作成。900万のデータポイントを分析。180カ国対象の大規模調査。でっかー。そこで分かったのが、2025年の在華貿易の平均距離は 5010km、 史上最長。さらにグリーンフィールド型、新しく工場を建てる海外直接投資の平均距離も 6250km。 こちらも史上最長を記録した。ニアショアリングが進んでたら距離が縮まるはずじゃないんですか？そうでしょ。逆になってるんだよ。どういうこと？なぜサプライチェーンは縮まってないのか、実態を話すね。中国からアメリカへの直接輸出は確かに減ってる。じゃあ脱中国は進んでるってことですか？代わりに何が増えてるかというと、中国ベトナムアメリカとか中国メキシコアメリカというルート。経由地が増えただけ？地政学的なラベルだけ張り替えて、中国サプライヤーとの実質的な関係は続いてる。だから距離が縮まらない？そういうこと。このレポートの結論は、脱グローバル化は起きていない。少なくとも今はまだ。でも関税とかで痛みを感じてる企業はあるんじゃないんですか？当然ある。ここで別のデータを見てほしい。華南米国商会、中国南部に拠点を持つ米国系企業の業界団体の2026年調査。米国の関税政策が自社ビジネスに悪影響を及ぼした企業は 69%。 前の年から15ポイント増えた。そんなにみんな痛みを感じてるんですね。それでも2026年に中国へ再投資を予定している企業は 75%。 撤退を計画している企業はゼロだった。ゼロ？うちの部長に聞かせたい。会議録音しとけばよかったね。痛みを感じながらも残り続ける理由聞いたことある？
中国の工場が優秀だから？産業クラスターって言い方をする。深セン、トンガン、広州、この3都市が半径数十キロメートルに入る。部品メーカー、組み立て工場、物流、金型業者が全部そこにある。20年以上かけて積み上げたエコシステムだ。それを他の国に作ろうとしたら、少なくとも10年成功する保証もない。実際にベトナムに移転してコスト削減が想定の半分以下にとどまった企業が出てる。そうなんですか？移転して気づいた事実だね。ベトナムの一般校の人件費は2018年比で 40% 以上上がってる。そんな、移転すれば安くなると思ってたのに、引っ越し先の方が家賃高かったみたいな話ですね。まさにそれ。しかも中国は敷金は返さない。怖い。だから比べ方を変えないといけない。 TCO って聞いたことある？トータルコストオブオーナーシップ。そう総所有コスト。単価だけじゃなくて全部足して比べる考え方。品質コスト、不良率×対応工数、はい。輸送コスト、リードタイム×在庫コスト、リスクプレミアム、供給が止まった時の想定損害額×発生確率。ああ、全部足したら移転先の方が実は高かったってケースが出てくるんですね。実際に起きてる。ベトナムに移転して単価は下がったのに TCO で計算したら中国の方が安かったという逆転が。単価やその時だけのコストで判断してたら大きな判断ミスにつながる。じゃあ移転した企業って全体のうちどれくらいの割合を動かしてるんですか？アムちゃんの調査ではおよそ8割の企業が投資全体の3割未満しか移していないんだ。完全撤退とは程遠い。ちょっとリスクヘッジで一部を出したって段階がほとんど。なんか思ってたよりずっと現実的なんですね。そう、全部移すなんて非現実的だと感じている現場バイヤーの感覚の方が実は正しいことが多いんだ。問題はそれを会議室で説明できる言葉と根拠が手元にないってことなんだよ。それ昨日の会議の私です。部長の前で、いやちょっと難しいかとしか言えなかった。ちょっと難しいは上司にはやりたくないに聞こえるからね。くっさ。じゃあ次から使える武器を渡すよ。縦軸が代替可能性、代わりのサプライヤーをどれだけ見つけやすいか。横軸がリスク集中度、今の調達先への依存度。この2軸で自社の品目を全部分類する。右上が今すぐ動くべきやつですか？正解。A草原、代替可能性が高いのに特定のサプライヤーに集中しすぎてる品目。コモディティ品で一つの工場に絞ってるのが典型。これは急いで分散した方がいい。右下は B 証言、代替しにくいのに依存度が高い。中期的に取り組む。まず複数工場か長期契約で時間を稼ぎながら並行して代替候補を育てる。左上が C 証言、分散できてるからコスト最適化に集中できる。そう、左下の D 証言は優先度が低い。難しいけど依存度も低いなら今は現状維持でいい。全品目を A 証言みたいに動かなくていいってこと。それに気づくだけで優先順位がまるで変わる。具体的に何から手をつけるか3つに絞るよ。1つ目、中国依存度マップを作る。品目ごとに調達先の国とサプライヤー名、依存率、代替可能性を Excel で一覧化する。それ Excel でやるんですか？品目数を考えたら気が遠くなりそうです。気が遠くなるのはわかる。でもまず現状を見えるようにしないとどこから手をつけるべきか議論すらできない。全部じゃなくていい。まずは一つ、主要品目だけでいいから。2つ目、サプライヤーに有事の代替生産地を聞く。中国サプライヤーに直接生産が止まった場合の代替はあるか聞いてみて。私の担当サプライヤーに聞いてみます。実は中国の大手はベトナムやタイに拠点を持ってるケースが増えてる。聞かないとわからない。3つ目、 TCO にリスクプレミアムを入れる。単価だけで比較してるなら今すぐ直してほしい。進出コスト、輸送コスト、リスクプレミアム全部足して比べる。それで計算し直したら中国が意外と優位だったりベトナムが実は高かったりする逆転が見えてくる。すると3つですよね。まずミアショアリングはバズワードで、実際の貿易距離は史上最長。脱グローバル化は起きてない。次に米系企業の 75% が中国に再投資を続けていて撤退せろ。現場バイヤーの感覚は正しかった。そして全品目を一律に分散しようとするな。マトリックスで仕分けて、まずは代替しやすい高リスク品目から動く。経営陣から脱中国を考えろと言われたらなんて答える？まずはデータで可視化して優先順位をつけさせてください。その通り。
流行語に流されてなんとなく調達先を変えると後で痛い目に遭うからね。データで動いてる現場は強い。高谷さん。うん。もし経営陣が、いや、優先順位なんていいから、全品目を一斉に他の国へ移せって言ってきたら、どうすればいいんですか？いい質問だね。そういう極端な指示が出た時、一番恐ろしいのはスケジュールに間に合わないことじゃない。現場が焦って絶対に動かしてはいけない品目まで無理やり切り替えてしまうことなんだよ。どういうこと？それについてはまた今度話すよ。気になります。また引っ張る？続きが気になる人はチャンネル登録しておいてね。今日の内容もっと詳しく読みたい人は概要欄のブログ記事へどうぞ。それからいいね&チャンネル登録お願いします。またね。